早苗トーク、現時点での解説をお願いします。高市さん関係者と言われているのは後では。今のところ、高市さん関係者というのが誰なのかっていうのでいくと、高市さんの奈良の選挙事務所にいる公設秘書の人が会計責任者になっている会社が、早苗トークンを出すというのを了承していて、で、ツイッターでもこういうのやりますって言っちゃってるんですよ。なので、高市さん関係者が全く知らなかったというのはありえないですと。そもそも高市さんの事務所で登記してるからね。で、ただ、高市さんが知ってるかどうかは未知数です。高市さんも高市さんを応援するための自動車で日本全国回りますよってやってるボランティアの青年局の人たちがいて、で、その人たちがお金が足りないから高市さんグッズを売りますっていうので、グッズを売るんだったら法人格必要だから、法人作りますっていうので、ああ、そうなんだ、ふーんみたいなぐらいは多分了承してたと思うんですよ。さすがにね、自分のその事務所で会社を作るのを了承するまでは、了承するかどうかぐらいも、さすがにそういう秘書の人は確認は取ると思うんですよ。で、ただ、そこが何のグッズを出すとか、どんなトークンを売って、どういう宣伝をするかまでは別に高市さん見てなかったんじゃないかなという気はするんですよ。ここは僕の憶測が入るんですけど、高市さん関係者とコンタクトを取っていたっていう溝口さんの言ってることも僕は嘘ではないと思うんですよ。だって高市さんの事務所で登記している会社の人が一緒にやりましょうって言ってサザエトークやります応援しますって言ってるわけだから、だからあそこで無関係っていうのはさすがにその無関係ではないと溝口さんが思ってたというのがあると思うんで、なので溝口さんもマジかよ話通してねえのかよっていうので、どちらかというと僕は溝口さんが被害者っていう部分がやっぱあるんじゃないかなとは思うんですよ。なので公式に応援していた青年局の人たちと秘書の人のやり取りがどうなっていたのかっていうところの問題な気がしていて、なのでどちらかというと僕は青年局と秘書の人たちというのがきちんと情報をコントロールしてなかった、高市さんに報告すべきことをしなかったか、早苗トークみたいなやつをちゃんと調べて、これはまずいよねっていうので止めるっていうのをやらなかったっていうので、青年局と秘書の問題で、溝口さんは、はしご外された側じゃないかなと思うんですよ。だってさ、その高市さんの公設秘書の人が会計責任者やって、高市さんの事務所で登記されてる会社の人とやり取りしたら、それは高市さんの関係者と話したよねってやっぱ思っちゃうじゃん。実際関係者の定義によるんだけど、だって高市さんのさ、事務所で登記してるわけだから、それは関係者だよねって言ったらそうだよねってなると思うので、ただまあ、早苗トークンというのを出して儲けようということ自体は僕はどうなのって思うんですよ。だから、勝手に名前使ってるという認識に多分ならなかったんだと思うんですよね。高市さんのグッズを出していて、高市さんの事務所で登記している会社の人が、やっていいよって言ったのでやりましたって話で、やっていいよって言った高市さんのグッズを作ってる会社の人は、トークンということをよく知らなかったっていう、なんかよく知らないくせに OK しちゃってるね。多分そういう話なんじゃないかなと思うんですよね。これ想像です。とはいえ、僕が勝手に OK しました、すいませんっていうのは言わないので、多分溝口さん周りが責任を取っていく方向になると思うんですよ。やっぱりその世の中的に金融庁の未登録だったことは事実なので誰かが何らかしら罰せられないとやりたい放題だから良くないよねっていうことになると思うので、何らかしら溝口さんグループの人がペナルティを負うことになるんじゃないかなと思いますけど。ただなんか悪いことをやろうとして悪いことをやったというわけではなく、話を通してたと思ったら通ってなくて、お前ら無関係だよって言われてトカゲの尻尾切りのようになっているという構造な気がするんですよね。で堀江さんもね、こういうのやるんすよって言われて、高市さんの事務所の関係者とも話してるんで、ああ、そうなんだ、すごいじゃんっていう話で、別にそこまで関与してないんじゃないかと思うんですけど、で、ここで出てくる問題は、仮想通貨はそれをもらった人というのが特定できないというところが仮想通貨の良さなんですけど、今回それが悪く出ていて、俺は一切早苗トークをもらってないよ、関与してないよという証明ができないんですよ。日本円を使って取引してたら1円ももらってない証明は可能なんですよ。
その会社からお金もらってないとか、現金でもらったら別なんだけど、やり取りはないよねとか、領収書出してないようなんだけど、仮想通貨で渡されて、いや、俺もらってないよって言っても、仮想通貨の口座が誰のものかという証明が不可能なんですよ。なので、お金をもらってない証明もできないんですよね。なので、京都大学の藤井教授も仮想通貨自体に関わってないって言ってるんですけど、あれももらってない証明ができないので、ひょっとしたらもらってんじゃないのっていうことに対して、完全にもらってない証明もできないので、なので、もらってても嘘ついたとしても嘘をついているという証明のしようがないっていう。なので、やろうとするのであれば、仮想通貨を発行したリュウ株式会社みたいなのが、全部のアカウントに最初にこの量を作りました。で、このアカウントに配りましたっていうのがあって、そのアカウントが誰なのかという個人情報を出して、これはこの人です。これはこの人ですっていうのを全部出したとして、で、その個人も仮想の個人、架空の個人ではない。これ山田太郎さんにあげましたって言って、適当な嘘ついてもわかんないじゃないですか。なので、ちゃんと実在するこの人に会ってましたっていう人間が存在するよねというのもセットで出したのであれば、藤井さんにも堀江門さんにも溝口さんにも言ってないよねということが証明可能ではあると思うんですけど、早苗トークン同行というのが発表した部分に最初に配られた人で売り逃げてるやつがいるんですよね。溝口さんがその身内で裏切ったやつがいるみたいな表現してたと思うんですけど、なのでそういう意味でいくと、悪さをしようとしている人、誰が持ってるかもう分かってないってことだと思うんですよね。裏切ったやつがいるっていうと、もうこのアカウント誰のやつだよねっていうので、調べたら分かるんですよ。でもそれを調べる気もないし、辿る気もない。だから裏切り者が分からないという表現をしてるんだと思うんですよね。でも、それって調べれば分かる話だと思うんですよね。最初に仮想通貨を作った時に、作った人がどのアカウントにどう配りますよって入力してるんですよ。人力で。なので、その人力で入力するときに、そのアドレスをなぜ入れたんですか？誰のだと分かって入れてましたか？誰だか分からないけど、よく分かんない口座に勝手に振り込みましたって絶対ないんですよ。なので、調べれば実は分かるけど、そこはうやむやにしたいっていうのがあるんじゃないかなっていう気がします。森山とひろゆきは交互と両方にいると思いませんか？流動でガンガン仕事を進めるが、周りが見ず孤立する例子あったりし、バランスを保ちつつ周りの人の意見や力を借りて仕事を進める校舎という立ち位置か。まあでも、ノンタイトルでヒカルさんとの対戦もなんかそんな傾向あるかなと思いました。はい、自分でやりたい人と自分でやりたくない人の差だと思うんですよ。で、僕は結果が欲しいだけで自分でやりたいわけじゃないですよね。僕個人の能力はそんなに高くない。自分でやりたがる人って自分の能力高いんですよ。なので自分でやった方が結果出せるよね。他の人に任せないで自分でやった方がいいよね。で、自分でやって結果出すんですよ。僕やる気もないし能力値も低いんで、自分でやんないで他の人に任せた方がいいよね。結果もそっちの方がいいよね。なので、堀江門さんが自分でやったら80点。でも、人に任せたら70点。僕、自分でやったら60点。人に任せたら70点なんですよ。なので、自分でやらないで70点の舞台をいっぱい作るんですよ。でも、堀江さんは自分一人で80点取れちゃうから、自分でやっちゃって70点の舞台をいっぱい作るっていうのをおろそかにしちゃうんだと思うんですよね。ひろゆきさんのイベント何かあれば行ってみたいなと思いました。話が変わり、上場企業の社長が事業相談みたいな名目で会うだけで何千万とか取るビジネスやってる人がいるけど、本業の事業で勝負できないのかなって思うのがそうですね。オンラインサロン的なところで小銭を稼ぐっていうのをね、まあいいんじゃねと思いますけどね。孫正義さんとか絶対そんなことしないじゃないですか。株で儲けてる人も株セミナーとかやるんですけど、テストさんとか、シスさんとか、ちゃんと株で儲けてる人は、やっぱり株で儲けた方が儲かるから、オンラインサロンとかやんないですよね。なので、そういう実業ではないところに手を出しているという時点で、もう実業に時間を使うのは諦めてる人というふうに判断した方がいいんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。